今日は黄色いバラをシンプルに描くということでやってみたいと思います。今日の紙はホワイトワトソンを 3F サイズに切っています。ここまでですね。絵の具はホルベインです。色もねシンプルにレモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ以上5色のみで描いてみようと思います。色見本もねもう簡単なんですけど、一応やってみます。バラの一番明るいところは白、その次に明るいところはレモンイエロー、ちょっと暗いところはサップグリーンをこれに足して少し緑がかった色にします。さらに暗いところはセルリアンブルーとバンタンバーを少し足してちょっと灰色がかった色にします。バラの中の色としてはもうこれぐらいが限界かなと思います。でこの続きに葉っぱの色を持ってきますが、一番明るい葉っぱの色としてはここのレモンイエローとサップグリーンを混ぜた色とこの同じ色でいいと思いますね。どんどん暗くしていく段階で一番暗いところですね。一番暗い緑はウルトラマリンディープとバンタアンバーを混ぜて、かなり青みを帯びた緑っぽい灰色という感じでね設定しようかなと思います。なので葉っぱの中にあんまり出てこないレモンイエロー以外は花も葉っぱも共通っていうことになります。だからこの一番暗い色はさすがにね花の中にはないんですが、同じくこの一番明るいレモンイエローのみの色も葉っぱの中にはあまりないよっていうことでねやっていってみようと思います。下絵を描いてみますね。なるべくねシンプルに描きたいわけですが、一応器としてはポットの下の部分を描き入れてみようかなと思います。今日の光は左上からにしておきますので、ポットは右下に置きます。それに花を刺すっていうことでねやってみますね。ほぼほぼ実物大で描けばいいかなと思います。ちょっと上から目線で描いてみます。これもねあんまり厳重に描かずに大体の感じでね、で真横にしない、ちょっと振ってあげるっていうことですね。口を手前にやりますよ。この辺りから口が出ていましたっていうことでね、こんな感じでね、取っ手としてはこの辺に、見えるか見えないかっていう感じになるかなと思いますね。ここにねちょっとバラの色がオレンジがかった色も入っていますが、今日は基本こういうあっさりしたねレモンイエロー系の色のみで描いていこうと思います。絵の中心ここですのでね、この辺りに主役のバラで、こちら側にこれとねつながるようにバラを一輪置きます。そしてこちらにここを離して一輪描きます。ここの中にねつぼみがないんですけど、一応こういうところにねつぼみを持ってこようかなと思います。ここがちょっと空きすぎるので、こういうところに一輪、これは横向き、これは正面斜め上向きで、これはこちら向きっていうことでね、でこの辺が開くんですけど、葉っぱを適宜入れていきますので、葉っぱ込み込みでやっていこうと思います。バラの下絵の描き方なんですが、ちょっと一輪ね描いてみます。でこのバラは非常にシンプルな形をしていますので、きちんと描いても大丈夫かなっていう気がしますね。こういう感じでね、お日様の方ちょっと向いてっていうことでやってみます。この中からこう軸が出てきて、この辺りに脂肪があって、ここからこのようにほぼほぼねこの通りに描いていきます。はい、こんな感じですね。
気をつけないといけないのは、バラの端の線が必ず次の花びらの一部に接着しているよっていうことです。接着させないで平行のまま描いていくと、ここになんか隙間があるんですかみたいに見えてしまうので、必ず接着させる。例えばこの花びらの一番外のラインはここまで来て、こちらの花びらのこの部分で接着ひっついていますよっていうふうに書かないとおかしいっていうことになります。丁寧に下書きをしてみますね。はい、下書きが書けましたので下塗りに入っていきます。基本的にはこういう感じのね、あっさりした色で明暗を中心に立体感を出していくっていうことをね、やってみようと思います。まずレモンイエローを薄く溶きます。白く残したい花びらですね、光が入って明るく見えますよっていうところ、それからちょっとねひっくり返った花びらですね、こういうところを少し残しておきたいので、そういうところはちょっと避けて塗ります。大体の感じでねつけていきます。水筆でしっかりぼかします。続きにレモンイエローとサップグリーンを混ぜた明るい緑ですね、これをね差し込んでいきます。そしてこれにセルリアンブルーとバントアンバーを混ぜて灰色っぽい緑にします。これをさらに続きに入れていきます。さらにウルトラマリンディープとバントアンバーを混ぜて暗い緑色、かなりね青みを帯びた緑色にします。はい、そして水筆で伸ばした後しっかり取ります。取ってしまうような感じですよね。特にこういうアウトラインのいらない線が残らないように、こういうたまりですね、たまりができちゃうとそこに妙な筋目が残ったりしますので、それも解消していくっていうことですね。これで下塗り大体完成ですね。ちょっと中にねレモンイエローが足りない部分がありますので、こういうとこですね、ちょっと入れておきます。はい、じゃあこれで乾かします。はい、下塗り乾きましたので早速細かい作業に入っていきます。すぐねもう一枚一枚塗っていきますね。例えばここですね、この中心のところです。レモンイエローをちょっと濃いめに溶きました。例えばこの花びらですよね、この花びらでいうとここが一番付け根になるわけです。付け根に置いて花びらの先端に向かって伸ばします。で最後までいかないで途中でやめておきますね。ちゃんと吸い取っておきます。例えばここですね、この花びらでいうと一番奥っていうか付け根になるのはこの辺りっていうことになりますので、レモンイエローを置いておいて先端に向かって伸ばす。で先端まで同じように引きずらないでこの辺りでちゃんと吸い取って、白地が残るようにするっていうことですね。もう一つ暗い方になるとサップグリーンをちょっと入れて明るい緑色を作ります。例えばこの花びらにしますね。この花びらの
付け根に置いて先端に向かって伸ばす。これも先端までいかないでやめておくっていうことになります。で下塗りがこの先端部分にちょっと入り込んでいるので、早めに取っておくと、ホワイトワトソンなのである程度はね綺麗に取れます。でもう一つ暗いところはセルリアンブルーとバンタンバーを少し入れて灰色っぽい緑色にします。同じように付け根に置きます。先端に向かって伸ばすっていう作業になりますね。今のところはもう花びらだけにしておきます。じゃあちょっとやってみますね。一応花びらはざっくり色を塗ってみました。続いて葉っぱへ行きます。葉っぱの場合は最初サップグリーンから始めます。例えばこの葉っぱだと付け根に置きます。これも同じことですね。先端に向かってグラデーションさせます。葉っぱの場合はねあんまり残さなくってもいいんですけど、ムラ感を出すためにこうやってねちょんと乾く前に押さえるとかいうことはやってくださったらいいんじゃないかなと思います。その次に明るい葉っぱについて言えばここのところと一緒で少しセルリアンブルーが入ったような色を持ってきますね。先端に向かって伸ばします。で、ちょっとまだら感を出したければ乾く前にこうやって押さえておきます。からもっとね暗い葉っぱについてはウルトラマリンディープとバンタンバーを混ぜて、ここで使った色ですよね、かなり暗めの緑を作ります。この額をやってみましょうか。ここの額ですね。ここで一旦ひっくり返っていますので、こうやってでここへ来ています。もっと暗いバンタンバーとウルトラマリンディープだけのような葉っぱもあっていいわけですね。でこれもまだらになるようにちょんと押さえておきます。はい、こんな感じでね全体的にもこっちが明るめだんだん暗くしていくっていうことでねやってみようと思います。花びらと葉っぱもうだいたいね色がつきました。鉛筆の線があるので分かるんですけど、これで例えばですね鉛筆の線ちょっと消してみますね。こういうふうに消しちゃうと境目がもう全然見えなくなるわけですね。特に鉛筆の線がないと分かんなくなるよねっていうところは線描をして鉛筆の線がなくっても大丈夫っていう辺までは持っていこうと思います。やっぱりちょっと暗めのね緑の線でいってみようかなと思いますね。もちろんね一律同じ色でいかなきゃいけないってことではないですし、例えば葉っぱなんかですと緑の強い色でもいいかなっていう気がします。葉脈もついでにちょっと書き入れとくと充実感のある画面になるかなと思います。あんまりねやりすぎるとちょっとうるさくなっちゃうんで、ほどほどにっていうことではあるんですが、じゃあちょっとやってみます。はい、花びらと葉っぱの線描ねほとんどやってしまいました。葉っぱにはすべて葉脈をねつけてみました。白地に残っている鉛筆の線がちょっと見えるわけですね。で一旦乾かしてからきれいに取っておくべきかなと思いますね。で今度ねちょっとポットの方へ行っておきますね。暗いところを暗くして、シルエットを浮かび上がらせるっていうことになります。バンタンバーとウルトラマリンディープで暗いね灰色っぽい色を作ります。でポットの外に置きますね。ここにちょっと取っ手がありますのでね、
もうちょっと取っ手を太くしますよ。このくらいの感じでしょうか。台がついています。でこちらも外からこのように攻めておきます。外へ伸ばしますね。このね台のちょっと継ぎ目ですよね。これはかなり暗くしておくべきかなと思いますね。で底の部分ですね、本当の底の部分にも当然影が投影しますので、ここもねちょっと暗くしといた方がいいかなと思います。それから、ここの注ぎ口の穴ですね、これもこういう感じでね暗くしておけば自然な感じで実はね穴が開いてましたっていうことがわかるわけですね。からこちらもちょっとねここのところが下の部分が光から遠いよっていうことでちょっと暗く感じるよっていうことですね。それと継ぎ目の部分もねちょっとここ暗くしておかれると分かりやすいかなと思います。ここはちょっと線描をちょっとだけ入れときますね。ここもね。これでほぼほぼ出来上がったわけなんですけど、こういう隙間ですよね。暗くしておくべきだと思いますね。あんまり明るいと奥の方が出てきちゃうので、例えばここだとこういうことですね。葉っぱの向こうの空間っていうことになります。からこれもね葉っぱと花の隙間なんですけど、向こう側ですので当然暗いよっていうことで暗くしておきます。それからここもそうですね、ちらっとこの見えてるこちらの隅っこのバラも全体的にねちょっと暗くしておかないといけないかなと思います。で空間もちょっとね暗くしておきますね。こういうところですよ。こういうところも暗くしておかないといけないですよね。はい、あとここですね。はい、それからこのバラとか葉っぱの影が当然ポットに投影するわけです。暗くしておかないといけないということですね。はい、そして葉っぱと葉っぱの重なってる部分、例えばこの葉っぱとこの葉っぱ下になってる方をちょっと暗くしておきますね。ここもそうですね。こっちが下です。ごちゃごちゃっと分かりにくいとこなんですけど、花びらの形が優先されますのでね。からここもそうですね。全体に暗くして花びらの形がちゃんと出てくる方がいいですね。はい、そして、この一つの花全体の丸い形がもう一つ出ていないのでレモンイエローを大きくかけてみます。この白く残したいところは避けますが、あとは横断的に塗っていきますね。潰れてしまわないようにちょっとだけぼかします。乾くとねまたちゃんと筋目が立ってきますのでね、あまり心配しないでも大丈夫です。ここなんかもね全体的に黄色をねしっかりつけていきます。
こもですね。はい、そして例えばこことかここですね。それからこういったところです。ちょっと黄色の面積が少ないので、ポットの上にも黄色が投影していましたよとか、空間にも黄色が反映していますっていうのが必要かなと思いますね。こういうところもね、しっかり黄色を入れておきます。ちゃんと始末しておきますね。今日はね、非常に色がシンプル、形もねあまりややこしくないので、描きやすいかなと思いますね。普通のバラだともうちょっと花びらの数が多いので、非常に複雑になるんですが、今回はちょっとねシンプルな形で描いてみました。一応完成にしたいと思います。サインを入れておきますね。はい、完成です。